宇和島市によりますと、昨日午後9時前、市郊外の住宅地で斜面が幅およそ10メートル、高さおよそ5メートルにわたって崩れたということです。崩れた斜面の上にあった建物には人は住んでおらず、怪我人はいませんでした。茶室として建てられたところですね。ものすごいドーンいう音が、雷が落ちたんやろかいうような音がしたいて、この近所の方は言われていました。怖いね。怖いですよね。これから1週間も雨方やし。市によりますと、崩れた土砂により川の水がせき止められ、付近の住宅2棟で床下浸水の被害があったということです。気象台によりますと、宇和島市ではちょうど同じ頃、大雨警報が発表されていて、午後8時35分までの1時間に 46.5 ミリの激しい雨が降っていました。市は崩れた斜面にブルーシートを張るなどの応急措置を取るほか、流れ込んだ土砂を川から取り除く作業を行うことにしています。天候による被害は松山市でも。はい、どうぞ。ちょっとびっくりするかもしれませんよ。例年だとこの時期まだ取れてすごく楽しみにしてたんですけど、北条地区の農家山本さんのハウスでは、例年であれば7月上旬の収穫期まであとおよそ600キロ収穫できたはずの中玉トマトが全て枯れてしまっていました。その理由は、人間で言えば熱中症ですかね。もう激しくなって、もうだんだん葉っぱが枯れてきて、もうこんな状態になって、今シーズンはもう諦めました。梅雨入り後の急激な暑さです。こちらは四国地方が梅雨入りした今月8日以降の松山の最高気温を示したグラフです。8日以降、最高気温は右肩上がりで上昇し、先週は連日30度を超え、16日には35度を超える猛暑日に。松山を含む4つの観測地点で史上最速の猛暑日となりました。急激な暑さで給水が苗の水分の蒸発に追いつかず、枯れてしまったのではないかといいます。いつもの年なら7月の10日まで取れてたんで、お客様や東京のお得意様、あと松山の居酒屋様、あとイタリアンレストランさん、みんな7月まで取れますということで予約入れてたんですけど、急遽もうお断りして、それでスーパーの方も出荷を中止しました。トマトのほかに米やきゅうり、ナスなどを生産する山本さん、年々暑さによる栽培の難しさを感じているといいます。山本さん、トマト美味しかったよ、今日はちょっと味が落ちとったよとか、そういう言葉かけてくれるんですよ。まあそういうことが嬉しくて、そういう状況でもやっぱりやめることはできないんで、いろんなことを考えて対策を打ってやっていこうかなとは思っています。大輪の花を咲かせているのは、今が見頃のアジサイです。四国中央市新宮町のアジサイの里では、2万株のアジサイが植えられ、青やピンクの花が梅雨の山里を彩り、今日も訪れた人たちが専用のモノレールに乗るなどしてアジサイ鑑賞を楽しんでいました。綺麗ですね。ちょっと雨が降ってちょっと残念なんですけど、まあ風情があっていいじゃないですかね。いいですね。はい、このアジサイも今年の梅雨の暑さで花に影響が出ているといいます。梅雨時期にね、暑くなりましてね、30度近くの状態が4、5日続いたんじゃないですかね。その影響でこんな風にね、額が枯れてきてしまってね。先週の連日の暑さの影響で、園内の2割から3割のアジサイの額の部分が茶色く枯れるなどしたということです。平成9年から携わったんですけど、初めてですね。
まだまだこんな風に綺麗な花がいっぱいあります。ぜひ皆さんお出かけください。新宮の里のアジサイは今週末頃まで楽しめるということです。今後の天気について気象庁は昨日、高温に関する早期天候情報を発表し、29日日曜日頃からおよそ1週間、かなりの高温になる見込みだと発表しました。松山では今週金曜日から雨が上がり、最高気温が32度から33度の日が続く見込みです。気象庁は農作物の管理のほか、熱中症になりやすい状態が続くとして、健康管理に注意するよう呼びかけています。